この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。じゃこれがステージプログラムの最終稿ってことでいいんだな。昼休みには業者に出すぞ。ああ。提出期限ギリギリに渡したプログラムを受け取ると、ある程度事情を知っているチカ氏は軽く眉を潜めた。本当にいいんだな。当てあるんだな。さあ、さりげなく一文字すり替えるなよ。思いっきり不安になるじゃないか。エントリーメンバーと順番に何の修正も入っていなかったから。最近じゃ竹谷も諦め気味だったはずだけど、これもしかしてお前の独断じゃ。さりげなく無言を貫くなよ。さらに不安に。え？どうしたチカ？チャイムまだ鳴ってないよな。ほんとや。あ、徹夜明けでしょぼしょぼする目に映ったのは、いつも無表情なはずのお隣さんの、なんだかちょっとだけ感情の浮かんだ表情。さらに驚くべきことは、今はまだ始業時間まで15分も残ってて。何？どうしたんだ？昨日。いたいた、ハルキいいよ。その整いすぎている顔が何か、不平を垂れるみたいに口を開きかけたところで今度はあからさまにこっちを睨みつけ、そのまま乱暴に席についてしまった。せっかく久しぶりにコミュニケーションが取れそうだったのに。ハルキあんたにお客さんだよ。それも経典同地な。うるさいな。もっと静かに騒げ。無茶言うなよ。無茶言わないでよ。だってお隣が向こうから話しかけてくるなんて、こんなチャンス今年に入ってから2度目だってのに。だいたいイオはいつも大げさなんだよ。経典同地なんて言葉いつ覚え。おはよう。北原くんって名前なんだってね。え？経典同地やな。そんないつも大げさなイオにしては珍しく、言葉通りの経典同地な相手を連れてきた。おい待てよ。なんだよなんなんだよ。一体あそこでは今何が起こってるんだ？ほんとこういうネタだと一瞬で嗅ぎつけるな。人の教室に勝手に入ってきていきなりその態度ってどうなのよ。イオだって別のクラスじゃねえかよ。大木曽がなんか話し始めた。すごく気まずそうだ。気まず。もう段階不明よ春樹。そもそもなんでラスボスから攻略しようとしてんだあいつは。あんたみたいに経験値稼ぎすぎってのもどうかと思うけどね。うん。昨日から話が進まない。俺のあまりに突拍子もない誘いにここまで真剣に反応するとは思いもしなかった。笑って断られるか、軽蔑の視線で断られるか、半泣きで断られるかのどれかだと思ってたのに。
一日待ってもらえますか？昨日あの場で彼女が口にしたのはたったそれだけだった。その昨日の返事待たせちゃってごめんなさい。いや、俺の方こそ突然あんなことを言って驚いたよな。ごめん。だって仕方ないよ。そんな大変なことがあったんじゃ。いや、まあそうだけど、でもそれは小木曽にとっては何の関係もない話で。それでね、あれから家に帰って一晩中寝ないで考えたの。一晩中？そんな真面目に検討？それってひょっとして結構脈ありなんじゃ。だからほら、ちょっと目腫れぼったいでしょ。北原くんもそんな感じだね。ああ、いや、俺のは単に寝る暇がないくらいの作業があるだけで。私なんかにやれるのか、今の私がやってもいいことなのか、そもそも私はやりたいのか。本気で真面目に検討してる。俺が女の子をここまで悩ませたことなんて生まれてきて以来昨日が初めてだったんだろうな。それもこんなさっきから大量の、突き刺さる視線を感じるくらいに注目度の高い女の子。それでね、ついさっきやっと結論が出たの。そう。ごめんね。私の中では僅差だったけど、やっぱり無理。そう。けれどその高嶺の花の女の子は最終的にはその価値に釣り合った答えを俺にもたらした。春樹、お前無茶しやがって。予礼なったぞ。おい、いいのかよここにいて。どうだった？せつな、なんて言って断ってきた？いや、さっきの言葉は竹谷にだけ言ったわけじゃなくてだな。教室に戻った俺を出迎えたのは二重の意味での部外者である男女2人組だった。実際どうだったんだよ。あれってどう考えても。ああ、確かに俺の申し出は断られたよ。やっぱりやっぱりけどこれからも友達でいてくれって言われた。はあ、なんてこった。完璧なテンプレート。あまりにも明確な拒絶。拒絶なのかな。あのね、北原くん、そっちの頼みを断っておいて今こんなお願いするの都合のいいことだって分かってるんだけど、でも今伝えられなくて顔合わせづらくなったら嫌だし、言っちゃうね。これからも話しかけていいかな。あとそれとこれもずうずうしいお願いなんだけど、学園祭一緒に回れないかな。おーん、なんかニュアンスがまあいいか。放課後カラオケ行くぞ春樹。今日は目いっぱい騒いで全部忘れようぜ。私も付き合うよ。今日はみんなでおごるからさ。そうだな。辛いこととか悲しいことなんて全部忘れさせてやるからな。急に優しくなるな。気持ち悪い。分かってるって。何も言わないでいいから。春樹が泣いてる時は全員そっぽ向いてるから安心しなよ。なんなら胸貸してやってもいいぞ。泣くだけなら。おぞましいこと言うな。それに今日はダメ。
まだやらなくちゃならないことがあるんだから。そうだ。こんなことで落ち込んでなんかいられない。なぜなら、学校から2番目に近い末継駅前は、俺たち、学生たちの歓楽街を、最寄りの駅の南末継に譲り、来るたびに、変わり映えのしない光景を映し出している。あれ、デジャビュ？色鮮やかな店内の照明を一気に落とし、駅前の寂しさをさらに増幅させる花屋の女主人。スーパーの店先で一生懸命に、品出しに励む三つ編みの少女。杖をつき、ものすごくゆっくりした足取りで思いっきり目的もなさそうに危機を繰り返す老人。あれ？小木曽。そうきたかそうきたか。いつ来ても変わり映えしない光景。スーパーの店先で一生懸命品出しに励む三つ編みの少女。もう一度話があるんだけど、いいかな？一度断られたぐらいで落ち込んでなんかいられない。なぜなら、まだラストチャンスが残ってるって分かってたから。駅のすぐ裏にある公園。錆びてキーキー音のするブランコに腰掛けて、しばし無言でゆっくり漕ぐ俺と小木曽。小木曽の足元に置かれたお手製っぽい買い物袋からは長ネギがはみ出し、白菜、椎茸、糸こんにゃくが覗き、今夜の献立を想像するだけで体が温まる気がする。どうやらスーパーの残り物をもらってきたらしい。なんという生活感。そっか、そっか。そういうことだったんだ。何が？金属の嫌なきしみ音が止むと、今度は鈴の鳴るような綺麗な声が届く。初めて北原くんとお話しした時のこと、ちょっと引っかかってたんだ。同じ高音でも耳への触り方が段違いだ。なんか言ったっけ俺？いろいろ気苦労も多いとか、有名になりすぎても困るんだろうとか。そうだ、その話しとったな。ああ。知ってたんだ、この私。ちょっとずり下がったメガネを指に当てて、ちょっと恨みがましい目で俺を見つめる小木曽。いや、本当に悪い。墓まで持ってくつもりだったんだけど。三つ編みメガネの女の子が趣味かと聞かれれば、ちょっと考えた末に別にと曖昧な返事をするけれど、やはりというかさすがというか、今目の前にいるこの三つ編みメガネ少女は思いっきりありだと思ってしまえる。いつから？ 2年の夏頃かな。その先に小さな中古楽器屋があって、よく竹屋に連れてこられてて。夕方の駅前商店街で一生懸命働く不自然に地味な少女。そのメガネの奥の素顔は細かいことを気にする俺にとって格好のチェック対象だった。ある日、学校の廊下ですれ違った瞬間、突如正体に気づいてしまった時は危うく叫び声を上げてしまった。だってあまりの衝撃と意外性とバカバカしさのせいでどうにも我慢のしようがなかったし。そんなに前から北原くん、私のこと知ってたんだ。あ、いや、小木曽のことだったら同じ学年の男子は全員2年前から知ってるから。少なくとも1年の時の学園祭以降なら。あ、すまん。
学園祭のせいで有名になってしまったことは本人の前ではどうやら禁句らしい。今の私の正体が見破られたのは今日が初めて。それこそ1年の頃からずっとだったのに。そうかな。みんな気づいてたけど、ただ黙ってただけなんじゃないか。なんというか声をかけるのがはばかられるような展開のせいで。とはいえ何度すれ違っても竹谷は全く気づく素振りはなかったけど、この前は同じクラスのイオもスルーしてたけど、確かに。絶対に北原くんが初めてだよ。私人を見る目はあるつもりなんだ。そなんか言ってる意味が微妙にわからない。俺はそんな執念深い人間だと見られてるんだろうか。う。それでさ。私の家ね。俺が本題に入ろうとしたその瞬間、もともとそんなにお金持ちってわけじゃないんだ。切っ先を制されてしまった。うち私立の中でも授業料高い方だし、寄付金だってバカみたいに納めてる家もあるし、もともと入学の時からかなり背伸びしてたの。小木曽は多分ついさっきまで誰にも話すつもりのなかったことを口に乗せようとしているって分かった。小木曽。まずいな。これは俺の望まない展開だ。それでも入学当時は普通に遊べてた。みんなの寄り道に付き合ってお買い物したり、お茶飲んでおしゃべりしたり、カラオケ行ったり。ここで小木曽の辛い境遇を聞いてしまったらこれ以上踏み込めなくなる。そんな生活が一変したのはちょうど2年前。1年の秋から冬にかけての頃。今からの一月を俺の安っぽい意地のためだけに使ってくれなんて、そんな身勝手頼めなくなってしまう。もしかして家族の人に何か。それでも聞かなくちゃならない。大木曽が他の誰にでもないこの俺に大きな覚悟を持って話してくれるんだから。私の身にいろいろと。だから俺も今は安っぽい作戦なんか忘れて大きな覚悟を持って聞いてあげないと。ミス北条大夫で優勝しちゃってからお嬢様ってイメージが定着しちゃって、それで大変なことに。はいえ、自分でも決して悪い気分じゃなかったから、曖昧に笑ってたらますます引っ込みがつかなくなって。はい。そうなるとあとはそのイメージを守るために見栄に見栄を重ねて。遊びの誘いは新しい服が買えるまで絶対に受けなくて、新しい服買うために人知れずアルバイトして、アルバイトするからみんなと遊ぶ時間が取れなくて。そりゃ私だってちょっとは考えすぎって思うよ。でもね、時々本当に私の噂が聞こえてきちゃうのよ。どこそこの服着てたとか、今日の髪型はどうとか。それは俺もよく聞いた。でしょ？だからこんな風に普段着のままスーパーで働く姿を見られるわけにはいかなくなっちゃったの。それでもここで働くんだ。制服の可愛いところとかじゃなくて。お父さんの知り合いが経営してるお店だから、ここでないとバイトを認めてくれなくって。お父さん元気なんだ。お母さんも元気だよ。それは良かった。確かにいろいろと良かった。両親が健在でバイト一つ取っても家族でちゃんと話し合って、しかも父親がバイト先を探してきてくれて、それが地味な職種でも娘は一生懸命頑張って、絵に描いたような平和で温かい家庭が頭に浮かぶ。
難しいよね。そうやって付き合いが悪くなっていくと、ますますお嬢様っぽく言われちゃって、気軽にみんなと遊べなくなって。そうか。そう。だからこそ、小木曽の話が終わっても、俺は彼女にかける言葉が思いつかなかった。正直参った。何しろ、ここまで微妙な打ち明け話をされると、押していいのか引くべきなのか判断できない。小木曽の告白は重すぎず軽すぎず、事情はわからないでもないけど、それがどうしたっての、それがどうしたのって程度にも思え。俺の望みを押し付けるか、小木曽の事情を鑑みるのか、大したことないからこそ難しい決断を迫られて。そろそろ帰っていいかな。今日夕食の当番だし。そんな風に逡巡している隙に、小木曽は正体がバレてすっきりしてしまったのか、結構晴れ晴れとした顔で立ち上がる。晩飯も作ったりするんだ。お母さんも週3でパートなの。それにそろそろ弟がお腹空かせて帰ってくる頃だし。偉いな。進学やバイトでわがまま言わせてもらってるし、当たり前のことだよ。そっか。これが学園ナンバー1お嬢様の正体。下手すると学園で一番庶民的かもしれない。ある意味身も蓋もないくらい普通のいい子。それで今日のことは。言うわけないだろ。それは信用してほしい。だからこそ俺はどんどんいたたまれなくなる。ありがとう。信用してます。そんなに簡単に信用するなよ。俺がどうしてここに来たか分かってるか？どうしてって。人の弱みにつけ込む冷徹さと、人の事情を考えない卑劣さを持つ人間をそんな簡単に信じていいわけがないって。なんでもない。絶対に言わない。それじゃ。せっかく追い詰めたのにという後悔と、眩しすぎて直視できないという罪悪感に苛まれ、俺は逃げるように小木曽に背を向ける。なんというか、小木曽と話していると、まるで俺が卑劣で、歪小な、俺が卑劣で強小で、わからん。狭い人間に思えてしまって。いや、そうだと思い知らされてしまうから。北原くん。なのに小木曽はまだ無邪気な表情のまま俺を呼び止めて。さ、今夜もう一度話があるんだけど、いいかな？今夜って？そうね。南末継駅前に10時待ってる。末継駅とは違い、深夜遅くまで眠らない繁華街南末継。10時って小木曽？そんなところにそんな時間に呼び出すってことは。だって北原くん、私のことをまだ勘違いしてる。私が本当のことを言ってないだけかな。勘違い？本当の私はね、今あなたが思っているようないい子なんかじゃないの。夜の繁華街、二人きりの待ち合わせ。そして本当の小木曽？現時刻、午後10時42分。場所、南末継駅徒歩3分、大町ビル5階。お、この歌はあれだ、親愛じゃん。水木奈々作の。
俺本編どうなってたっけ？パソコン版は変わったんやな。そのプレステ3版はアニメが結構コラボされとって、そっち準拠になっとるはずやから。あとこの18禁じゃなくてR17 でコンシューマー化されとるから、その描写とかがリファインされとって、いろいろあるか、関係上。あれこれ、そうやな。だって、確かね、ゲーム版は何やったっけな。ホワイトアルバムではなかったはず。サウンドオブデスティニーでもなかったよ。サウンドオブデスティニーやったっけな。なんかそのあたりやったような気がする。うん。これアニメ、親愛はアニメの主題歌だから、うん。アニメ化される前まで、前の曲前に、ね、なるわけじゃないから。まあそんなことは置いといて。カラオケやね、カラオケ。スタイルいいなぁ。カラオケハウスメイフラワー15号室。とりあえず一区切り。ご清聴ありがとうございました。喉乾いた。あ、すいません。15号室ですけど、ウーロン茶と北原くん何飲む？いえいえ、もうお腹いっぱいで。8曲連続での熱唱を終えると、やっと小木曽がソファーに腰掛けた。当然のように俺のすぐ隣に。とりあえず新曲一通り言ったから、次はいつもの定番を流してみようかな。そう。歌本も検索機能も何も使わずにコードを直打ちしているよ、この人。しかも俺に何飲むとは聞いてきても、何歌うとは一言も聞いてこない。なるほど。夜の繁華街、二人きりの待ち合わせ。そして本当の小木曽。やっぱりな、こんなことだと思った。わけあるか。どうせオチがつくんだろうとは思っていたが、まさかこんな。引いた？いや、あんまり。いかん。微妙に嘘をつききれない。これが隠してた私のうちの最後の最後。暖房が効きすぎてて汗が止まらない。顔はほてっているのに出るのは冷や汗だけど。週に一度はここで人からやってるの。やっぱり変かな。いや、わかるから。そういう子いるよね。女の子では初めて会ったけど。そうだよな。バイト忙しいもんな。なかなか友達と一緒ってわけにもいかないよな。これは違うの。私カラオケだけは一人で歌いたいの。そうなの？だってみんなで入ると1曲あたりの値段が高くなるでしょ。1曲あたり1曲あたり？しかもなかなか順番回ってこないから、待ってる間にだんだんイライラしてくるし、2時間で10曲歌えなかったりすると悔しいでしょ。イライラ悔しい。その点1人なら2時間あれば30曲は歌えるし、歌い終わってすぐに演奏ストップすればさらに5曲くらい稼げるし。ノンストップ。それに1年の頃からの友達はもう誘ってくれないし、初めてみんなで行った時に最初に5曲連続でリクエスト入れたら大品種買っちゃって。
そういう子っているよね。主にものすごく評判悪いけど。ごめんなさい。でも歌うことに関してだけはどうしても譲れないし、空気読みたくないの。あ、だから自分のレパートリーの、しかも一番のお気に入りが流れてきちゃったら我慢なんかしてられるわけないの。あれはガチか。すごく楽しかった。すごく嬉しかった。すごく気持ちよかったよ。小木曽。それでもやっぱ断るんだ。あの時のことを思い出すべくあの時のことを思い出すべく目を閉じた小木曽は本当に嬉しそうな方向の表情を浮かべた。方向でいいんか。方骨違うな。方向やな。知らんけど。あのね、北原くん、私最初に断った時言ったよね。彼女の春巡の中に人前で歌うのが嫌だという項目は本当に存在しなかった。私なんかにやれるのか、今の私がやってもいいことなのか、そもそも私はやりたいのか。ああ、確かに。私なんかにできないと思った。今の私がやってもいいこととも思えなかった。でもそもそも私はものすごくやってみたかった。人前だろうが一人だろうが関係なかった。だからあの時2対1の多数決で断っちゃったけど、あれからもずっと悩んだり後悔したりしてた。ただ歌いたいという欲望の前には場所も聴衆も環境も小木曽にとってはまるっきりどうでもいいことみたいだった。ねえ北原くん、またしても危険撤回します。ごめんね、いつも振り回しちゃって。あ、では自己紹介いきます。3年 A 組小木曽刹那です。家族は両親と弟1人の計4人。得意な教科は英語、苦手な教科は恥ずかしながら古典かな。お、ホワイトローム流れてきた。ほんの一瞬ペロリと舌を出した小木曽は今飛ばされた。趣味は歌うこと、特技は歌い続けること。3時間までならノンストップでも平気です。バックに流れるのは俺たちの再会を学記園祭ステ念したなんかージへの意気クソが込みは何分こういうのは初めてなので皆さんの足を引っ張ってしまうかもしれません。これ遅くできんかな。でももし本番で力が足りなくて笑われても絶対に最後まで投げ出さずに歌い続けますので、どうかよろしくお願いします。ねえ北原くん、これ見て小木曽刹那の秘密は一つもなくなってしまいました。
あなたに全部知られてしまったから。いやー、ここら辺はちょっと翻訳組には申し訳ないな。ゲームの仕様だから仕方ないんだよな。